こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は12月の20日、いて座の新月についてのお話です。今回の2025年12月の20日いて座の新月は、10時43分日本時間ですね、起こります。割と新月の祈りもやりやすい時間ですので、ぜひ祈りをしてみてください。で、今回のこの新月のもう大きなテーマは宇宙からの本気度テストということになります。いて座はギリシャ神話ではカイロンというケンタウルス族の神様と結びつけられています。上がね、人間で、人間というか、ここが神様なわけですけれども、そして下半身が馬、野生の動物ということで、人間の本能や野生の本質みたいなものと神の英知をつなぐ存在というふうに位置づけられています。そして神話の中で彼は教師であり、哲学者であり、ヒーラーであり、医者であり、アーティストでもあります。今回の新月いて座はスピリチュアリティとリアリティという、やはりその2つの両極端な両面を同時に生きることを私たちに求めているという新月となります。そしていて座といえば学び、誠実さなんですが、これを通して精神的に成熟して魂が本当の使命に向かうプロセスを示しています。いて座って弓を持ってますよね。で、これこうじゃなくてこうですね。より高く、あなたはどの一点に絞ってそのあなたの目標矢を放ちますかという問いかけがされている新月ということになります。で、実はですね、こちらに載せているのが新月図ですが、ちょっとこんな感じでですね、今回の新月図に珍しく、もうめちゃめちゃアスペクトが多いんです。なので実は私は1ヶ月に1回新月の前にオンラインのお茶会を開いて、主に先生術の生徒さん以外も出ていただけるんですよ。向けにもう徹底的にこれを全部読んでいる、星読みの練習用のようなお茶会をしているんですが、もう今回はすごく1個ずつのアスペクトを全部読んでいくと分析する言葉が出てきて、それらが全て同じところに到着するように星読み解説を作るのがなかなか大変でした。ですが、今からその読んだ、最後の内容だけをお届けしたいと思うんですけれども、一応ですね、先生術勉強している方もいるので、今回どんなアスペクトがあるかダーッと一覧だけでも言っていきますと、アセンダントは魚座で、ライジングプラネットはペルセポレ、ここ大事ですね。それから MC はいて座で、カルミネート天体は栄光と水星、これも重要ポイント。そして新月はいて座10ハウス、日本では起こり、同じ10ハウスのジュノーと金星と重なっているので、このエネルギーを受ける。それからヤギ座10ハウスの火星とも近い位置にありますから、火星も関係してきます。またここも大事、牡牛座3ハウスの天王星とクイーンカンクスです。一番大事なのは魚座1ハウスの土星海王星とのスクエア。一方でお羊座2ハウスのカイロンとエロスとはトラインという、ここは救いの場所です。さらに水星、金星、火星、ドラゴンヘッドっていうのは新月以外でも複雑に絡み合って非常に情報量の多い、本当珍しいぐらいの新月図となっています。ということで非常に情報量の多い新月図というふうになっております。で、これも何のこっちゃかは分からなくなってきますが、これらを全部反映させてまとめていくとこうなります。この配置からまず言えるのは、表面的な現実よりも無意識や集合意識の奥にあるテーマっていうのが再浮上しやすい、ペルセポネの特徴でもあるし、エコーの特徴でもありますね。見ないふりをしてきた感情とか違和感が避けられない形で表に出てくる人が多くなります。で、ここでもう一つ大切な問いです。あなたは本当に信じている価値観を今の生き方や特に仕事の中でちゃんと表現できていますか？で、これは今イエスと言えなくてもいい、この1ヶ月でそれをイエスというように取り組んでくださいというテストが渡されています。いて座の季節っていうのは信仰、思想、自分が信じるもの、自分が信じる哲学っていうのが、強調されるんですね。なのでこれ自分が信じるものがあって、そこに信じるものと違うものがあると、これが
その好ましくない形で出ると、そのものへの憎しみという形になる。これだから外に向けてしまうと、信仰のエネルギーって誰かの思いを変えさせるとか、自分と違う人をやっつけるっていう風になってしまうんですね。これは本当にいて座の新月付近の、気をつけなきゃいけないところで、実はちょっと話したくないですが、もう言及せざるを得ないぐらい多分今ニュースになってると思うんですが、私の住んでるシドニーでとても悲しい事件が先日起こりました。で、実は全く同じような事件が数年前、同じほぼ12月のこの時期ですね、起こってるんですね。どうしてもいて座の新月の周辺っていうのは、その自分の信じるものということに対していろんな形で出やすくなってきます。ですから皆さんにもう一度この宇宙が説いてるわけです。あなたは本当に信じる自分の価値観を今の自分の生き方、自分に集中してそこに集中していますか？他の人は関係ないんです。あなたが信じて行動しているということが大事なんですよという問いかけなんですね。だからこそ個人だけでなく日本とか社会とか世界全体としてもどんな価値観を掲げてどこへ向かうのかが問われる1ヶ月ということになります。そして特に人間関係のアスペクトがすごく多かったのが分かるように、本当に同じ方向を見ている人たちとがっつりと関わって長期的な目標を立てていこうということになります。いて座っていうのは占星術でもずっと伝統的に長期旅行なんですね。だから短期間でパッと盛り上がってすぐに冷めちゃうという人がいますけれども、それでは夢が叶わないよと言ってるわけです。もっと長期取り組めるということは、あなたが本当に信じてずっと続けていける本気度を今試します。あなたの今からの旅、それ長期の旅大丈夫ですか？短期の旅のつもりで出かけるんじゃないですよねということなんですね。宇宙がサポートしたい人は明らかにちゃんと長期の旅に準備ができている人です。せっかく助けてあげても、1、2ヶ月で熱が冷めちゃうのような人だったら宇宙はがっかりしてしまいます。ですからこの新月周辺はあなたの本気度が試されているということになります。で、ここで大切なのは、あなたが進みたい方向が理屈なきで心が本当に望んでいる方向であるかという確認をしてくださいということなんですね。で、もう一つアスペクトの中で、外で頑張るために内側のケアを犠牲にしていませんかという問いかけもありました。内側が整わないまま外に向かって一生懸命発信していてもバランスが崩れてしまうだけですよ。だからそのようなことも起こるかと思います。なんといってもスクエアとクイーンカンクスが圧倒的に多いという今回の新月図で、このクイーンカンクスっていうのはわざと現実の壁というものを用意してくれるアスペクトです。ですからここで騙されちゃいけない、勘違いしちゃいけないのは、あなたが心から望むものをやった始めました、でもなかなかうまくいかないよという壁をあえて作ります。じゃあこれ縁がなかったのね、向いてないのねになってはいけないということです。それがふるいにかけています。それでも乗り越えようとする人が、太いいて座のような太ももを持って長い時間マラソンができるような、僕と一緒に歩んでくれるねっていう宇宙はそういうペアリングできる持久力のある同士を探してるんです。それが今試されているというふうに思っていただくといいと思います。で、このテストに通るならば大きなご褒美が2026年必ず待っていますから、大事なところです。最後の問いかけです。あなたはこの新月に何を信じ、どこに向かって矢を放ちますか？いて座のこの一本の矢を一つのところに向けてください。何回やってすぐ諦める、何回やってすぐ飽きちゃうでは永遠宇宙からのサポートが入らないよということをそろそろ気がついてくださいということです。なのでよかったら皆さんのそれを見つけたらコメントに書いてください。他人を中傷するものとか社会や外のせいにするものではなくて、あなたの魂の向かう目標です。具体的な仕事とかじゃなくてもいいんです。本当に宇宙平和とか、やっぱりつくづく私も今回の事件を見て、この世のみんなが心が穏やかでないと結局この場所って安心の場所にならないんだったら、少しでも一人一人の心が軽やかに満ち足りたものになるように、やっぱりその人の本質を伝えていきたいなと私も心から思って、それが長期的な目標かなと思ったんですね。なのでそのようなものを書いていただいたら、私もそこに向かって応援のエネルギーを、クリスタルグリッドを作って注ぎたいと思いますので、ぜひ書いてみてください。最後にですね、いろんなことを考えすぎるとまた頭わかんなくなっちゃうのという人もいるので、じゃあこれだけはやってくださいというのを12星座別にまとめました。今から言うテーマにちょっとじゃあ向き合ってみてください。
お羊座、精神的な探求をしてください。お牛座、他者との深い人間関係を築く努力をしてみてください。双子座、長期的に信頼できるパートナーを見つけてください。蟹座、毎日のルーティンを見直してください。獅子座、情熱を表現してください。乙女座、家族を安心させるような言葉がけをしてみてください。天秤座、言葉の使い方をちょっとやり直してみてください。さそり座、才能を信じて収入へ変える方法をちょっと考えてみてください。いて座、アイデンティティの確立です。ヤギ座はとにかく徹底的に手放しをしてください。水亀座、仲間との協力体制を作ってください。魚座は社会的な使命を見直してください。ということで、最後にこの宇宙からそれこそやってきたセプタグラムの、カードから皆さんに向けて1枚引き、7です。まさにこれは何回も言ってますが、私のところに降りてくれた7芒星、同じ7っていうのは宇宙に向かうアンテナなんですよ。まっすぐの線じゃなくてちょっと斜め、みんなの言ってる王道じゃないかもしれない、ちょっと違うところに目を向けてるこの7、これで言うとこういう角度になりますけど、この7こそアンテナで宇宙と直接交信するアンテナ、宇宙に助けてもらえる人になるためのここ正念場ですよ。試されてますよ。自分の信念を貫き通してみてください。ということで、素敵ないて座の新月をお迎えください。